中国人实在是太令人讨厌了。我都说了，中国人和狗不配和我打比赛，他们偏偏却要来挑战我。我在此保证，谁敢来挑战我，我就把谁打进棺材里。面对日本狂人的言语挑衅，中国硬汉丝毫不惧，拳脚膝并用往死里打。ボディだ。右ストレート。右の膝だ。すごい。パワー。すごい判定勝利しています。効いてます。完全に効いてる。仕留めにかかる。远赴日本打比赛的中国小将叫运气，来自河南，他的拳脚功夫相当了得，尤其是他那要人命的跳膝，在日本 KO 了一位又一位日本冠军。这一次运气遇到了一位非常嚣张的日本选手，他叫神户祥太，获得过多项日本赛事所颁发的冠军，仗着这点实力就敢在赛前疯狂羞辱中国人，还声称中国人和狗不配和日本人打比赛，真不知道日本人有多珍贵。远赴日本的运气则是在赛前发誓，一定会在擂台上将神户祥太打得满地乱爬，生不如死。话就不多说了，来让我们欣赏一下运气的精彩表现。请长按3秒点赞。比赛开始，运气一上来就开始给神户祥太上强度，随时都有可能对神户祥太来一套拳脚组合进攻。反观神户祥太也不是什么好欺负的善茬，也是和运气展开了激烈的正面对抗。然而运气则是率先实施了一招游击战术，晃来晃去的身体让神户祥太感觉到了一丝惶恐不安。まずユンチはもう本当今のこの中国の本当にレベルどんどん上がってるんですけど、その代表するようなスタイルの選手で、中国の選手みんな体も強いのもそうなんですけど、パンチというかボクシング技術が高いんですよね。はい、特にまっすぐのジャブワンツー、それ含めどんどんパンチがうまいんで、それをね出してくると思うんで、そこをね神戸選手もねすごくパンチうまいですし、テクニシャンなんでそこをどう攻略するかですね。早い段階秒殺してやると話していたのが青いグローブの中国ユンチーの方です。それに対して赤いグローブ日本の神戸は僕はじわじわ痛めつけてぶっ倒す。进退自如的运气很快就掌握了比赛节奏，不甘愿被压制的神户祥太开始向前逼近。毕竟这是在日本的擂台上，台下的日本观众都在盯着神户祥太的一举一动。别看此时的神户祥太进攻欲望很猛烈，其实并占不到太大的优势，依然是在被运气死死压制着。そうなんですよね。神戸選手はこのところ本当に顔つきが変わって大人の顔になってですね、なんかこう雰囲気が出てきましたよね。そうですね。中村さん、その声よく聞きますね。そうですね。昔はこうなんかちょっとなんか生意気な感じというかそういう選手だったんですけど、ここ最近はなんかちょっと達観したというか、なんかこう人が精神的にすごく充実してるなと思いますね。今日ユンチーの右ストレートがちょっと怖いですね。この後に出てくる右強いですよ。ジャブの後。仅仅对中国选手有效的特殊规则要来了，对此运气只是微微一笑，并没有表现出太大的反应。毕竟是在异国他乡打比赛，日本裁判对日本选手有点偏袒很正常。ミドルハイです。赤いグローブが神戸、ボディ。その後の青いグローブの右が怖い左。运气パンチうまい。敢给运气制定特殊规则，运气就还给神户祥太2记重拳。这一次读秒彻底让神户祥太意识到了差距。虽然这2拳并不能直接将神户祥太 KO， 但神户祥太的大脑已经出现了问题。接下来肯定没有神户祥太的好果子吃。ましたからね、もう完全効いてますよ。すごい一気に畳みかけるユンチ、効いてます。ちょっと今膝が一瞬落ちた神戸。さあここ踏ん張れるか。ちょっと踏ん張ってほしいな。神戸はあれですよ、ボクシングでちょっと打つのは良くないですね。ちょっと蹴りたいですよ。ダメージあるな。今も効いてますか。蹴り足のキャッチですね。そうですね。ここ休みたいですね。でもその後に入った右ストレートでも効いてましたからね。警告一次还不过瘾，还想警告第2次。运气被警告一次，运气就读秒一次神户祥太。看裁判还敢不敢警告运气？真以为运气是好欺负的吗？竟然能用快速拳击倒神户祥太1次，那么运气必然会用其他招式击倒神户祥太第2次。残しているユンチ、満を持してこの 57.5 キロ初代フェザー級トーナメント参戦、中国より赤いグローブが日本の神戸。ボクシングに付き合わない方がいいというお話。なんとかこのラウンドは今も最後目線のフェイントをかけながら。第2ラウンド始まりました。第1ラウンドは青いグローブ中国。第2回合开始了，感觉到丢脸的神户祥太开始调整呼吸，是要在3分钟之内拿下运气。然而运气的表现却让神户祥太大吃一惊。面对已经进化的神户祥太，运气丝毫不慌，照样往死里打。经过第1回合的试探，2人变得更加冷静一下。
并没有直接对对方采取强制进攻的措施。っていう感じですよ。その中から生き残っている選手たちなんですね、じゃあ。はい二段の膝危ない。反応できてますか？まあ今はちょっと見えてたと思うんですけどね。うわ、また怖いですね。また同じカウンターですよ。さっきダウン取ったパンチ。あと中国の選手結構普通にもう2、3週間に1回ぐらい試合してて。二段の膝だ。すごい。パワーすごい。じゃあタイ人みたいな感じそうでなんですすね。ね。ユンチマの前回运奇最喜欢的就是和对方展开激烈的对拼。面对神户祥太所实施的主动出击，运奇表现得非常冷静，并没有急于发起大举进攻来反击神户祥太，而是慢慢压进神户祥太内围做动作，给足神户祥太压制力。不过日本冠军还算有2把刷子，运奇一个不小心被神户祥太放倒了一次，台下的观众还以为运奇被 KO 了呢，就差站起来鼓掌欢呼了。感觉自己拿到优势的神户祥太开始猛压运奇。神戸の前蹴り良かったですね、今。いや、しかし中に入る時の右、このショート。いや、中野さんでも入れないですね、なかなか変わって。ボディストレート、前蹴り。正人さん、もう少し蹴りが欲しいですか、やっぱり。蹴り欲しいし、ボディはちょっと完全に狙われてるんで、いきなりボディはいかない方がいいですね、カンペは。そこで右が待ってるわけですね、相手の。看到日本冠军挨揍的日本裁判，当即就上前暂停了比赛，并且严肃警告了运奇一次。运奇表现得依然很开心，毕竟是在日本打比赛，这些所谓的特殊规则是逃不掉的。初代フェザー級王座決定トーナメント1回戦の第3試合。左フックショート、ユンチ。ボディストレートはまた怖いですね、中村さん。ミドル。ボディ2つ。やっぱり体のフレームが一回り大きなユンチ、背中から見ると。カンペ選手ミドル、いいんじゃないですか。いいですね。この蹴りからつなげたいですよね。神户祥太抓到了运奇最致命的漏洞，就是施展扫踢。实施一次扫踢就会让运奇被警告一次。面对神户祥太所实施的扫踢，运奇也是没有太多的办法进行化解，要么硬扛神户祥太所实施的扫踢，要么就习惯性用手接住。运奇很快就又遭到了一次警告。次はもう減点でということですかね、今注意がありました、レフリーから。あと、カンペ選手はやっぱ一発じゃなくて、やっぱ数当てて効かすタイプなんで、やっぱどんどん当ててリズムで出したいですよね。中村さん、やっぱり長いラウンド。被多次警告又如何？被扣除1分又如何？运奇就是要 KO 神户祥太，这2拳的分量非常大，那是因为拳头之中掺杂着个人恩怨。30秒前还在疯狂实施扫踢的神户祥太，此时正在被读秒，铃声都拦不住运奇暴揍神户祥太。这一脚彻底让神户祥太在日本观众面前颜面丧失。これはゴングに助けられましたけど、3ラウンド、この1分じゃダメージ回復しないですよ。今のは、本当に人生の修羅場を自ら踏み入れてくぐっている男だと言ってもいいかもしれません、カンベ。15歳でオランダに単身渡っています。ジムで寝泊まりしてその腕を磨いてきました。ショータコールですね。会場から神戸翔太へのコールが起こっています。第3回合开始了，不知死活的神户祥太竟然还敢投入到比赛之中，真要是识相一点的，早就弃赛投降了。一直这样打下去的话，也是没有任何意义，除了挨揍就是被运奇吊起来暴揍。为了挽回刚才所失去的颜面，神户祥太也是拼了，直接就往运奇内围压了过去。強いですよ。やっぱカンペダメージありますね。スピードがだいぶ落ちてますね。そうですか。ユンチ5月にはセルジオ・ビール戦、6月にはこの K1 で60キロで小宮山康介からダウンを奪い判定勝利しています。効いた。効いてます。完全に効いてる。人目にかかる。セルジオ・ビール戦にも勝ってるんですよ。这一连串进攻并没有把神户祥太击垮，而且还激发了神户祥太内心死士的潜能。为了日本拳坛的荣誉，神户祥太真有可能把命都豁出去。反观运奇根本不给神户祥太这个机会，继续拿着拳头往死里打。神户祥太想喘口气都难如登天。襲いかかってくるユンチ。一つ返す。リードのジャンプからボディだ。ボディ効いてる効いてる。左ボディ効いてる。膝。すごい。圧倒的な攻撃。強いなこの選手。強い。勝った強すぎるユンチ。最终运奇获得了比赛胜利，狠狠打了日本冠军神户祥太的脸，还敢在赛前嘲讽中国人，肯定是没有挨过中国人的暴揍。通过这一次运奇的暴揍，
神户祥太绝对不敢忽视中国人的勇猛。自古以来，先暴走后 KO 是中国人对待日本人的最高礼仪。如果满分是100分的话，你会给运气打几分？视频到这就结束了，咱们下期不见不散。